皆さんこんにちは、刀の舞さんです。今回から国内旅 Vlog 編のスタートです。仕事の出張ついでにその土地を観光した Vlog を撮影して、有名な観光名所だけじゃない日本の良さを知っていただこうと思いつき、2022年7月から撮影を始めました。数はそんなに多くないですが、4年分の撮影記録が溜まっております。どうせ公開し始めるなら季節を合わせた方がいいかなと思いまして、前回のドイツ旅動画の約10日後の出張から公開し始めることにしました。なので今回は2023年12月の旅 Vlog です。なので今後ちょっと若返ったり髪が伸びたり短くなったりしますが、それもご愛嬌で楽しんでもらえたら嬉しいです。私のお仕事の一つでオンライン講座をご提供しておりまして、その中のある講座で終了後に私が直接受講生さんに会いに行くというサービスをしております。ずっと自分の運営しているヘルスケアサロンを離れられない状況でしたが、2022年にこの講座を始めたおかげで国内の見知らぬ土地にたくさん行けるようになり、さらに喜んでいただけてとっても嬉しいです。出張ついでの観光は一つルールを作っておりまして、今後もまた同じ県の別のエリアにお住まいの方に受講いただく可能性もありますので、受講生の方のお住まいの土地から無理なく行ける範囲の歴史的名所や自然を観光するだけにしています。なので観光の参考にしていただく動画とはちょっと違うかなと思いますが、それでもご興味いただけたらチャンネル登録していただけたら嬉しいです。到着したのは大分空港です。初の九州上陸でした。さすが温泉で有名な大分県で空港に足湯がありましたが、今回はちょっとできませんでした。空港から中津行きのバスの乗車券を購入。そんなこんなでバスに2時間乗って到着したのは中津駅です。受講生さんが待っててくれました。お会いする前は緊張しちゃうのですが、ズームセッションでずっとお顔を見てお話はしていたので、実際お会いすると初めましての感じもせず、いつも不思議な感じです。お仕事タイムはカットしているので、いきなり夜ご飯の映像ですが、中津といえば唐揚げしか知らなかった私に、鶏刺しやハモの天ぷらなど他にも名物をたくさん教えていただきました。宿泊はスーパーホテル大分中津駅前です。お部屋はザ・ビジネスホテルという感じですが、レディースプランみたいなのを選びまして、美顔器が置いてあったんですけれども、結局使い忘れてしまいました。天然温泉があってよかったです。翌朝少しだけ一人で歩いている様子ですけれども、ちょっと顔が険しいですね。中津は福沢諭吉さんの故郷だそうで、着いてから初めて知りました。毎回もっと下調べしてから行こうと反省しているんですけれども、反省を繰り返しております。何の用だったか忘れましたが、コンビニに用事があったので、ついでに朝ごはんに肉まんを食べております。この日も受講生さんに観光にお付き合いいただきまして、福沢諭吉記念館での待ち合わせでした。武士の出の方だったのもこの時知りましたが、立派なお家でした。リアルな若かりし頃の諭吉さんの人形はちょっと怖かったです。資料館も併設されておりまして、その後福沢諭吉さんがどんな歴史を経て教育の道に進まれたのか、とても見応えたっぷりでした。中津城公園にやってきました。城市内に中津神社、中津大神宮、奥平神社があります。お参りは慣れているはずですが、目の前の説明にまず軽く一礼と書いてありまして、どのタイミングで礼をするのかわからなくなっておりました。中津城が見えてきました。第7代奥平家藩主から150年以上にわたり、この中津の地を治めていたそうです。天守閣の手前に奥平神社があり、奥平家中高の祖先がご祭神として祀られています。
いよいよ中津城に登場します。現在天守閣内は資料館として長篠の合戦図や歴代藩士の甲冑などが展示公開されています。陣羽織や鎧兜に興奮する女性もなかなか少ないかと思いますが、しばしお付き合いいただけたら幸いです。こちらは長篠の戦いで家康に援軍を要請した奥平家の中心、鳥居強右衛門の貼り付け図です。どうする家康で岡崎体育さんが演じられてすごく印象に残っていたのですが、とても泣ける回なのでぜひご覧いただきたいです。これが長篠の合戦図ですね。合戦で使用された本物のホラ貝だそうです。鉄砲が本格運用されたのもこの戦いからですよね。私は刀の方が気になりますが、この刀は足利家に代々伝えられ、やがて信長から家康へ、そして長篠の戦いの先行として信正公へと伝えられた太刀だそうです。本物は東博にあるようなので、そちらも見てみたいです。天守閣最上階から中津の城下町を一望することができました。強風注意と書いてありましたが、本当に凄まじい風で髪が吹き荒れておりました。続いて受講生さんのおすすめで宇佐神宮にやってきました。宇佐神宮は全国の八幡神社の総本宮で約1300年の歴史があるそうです。最初の大きな鳥居をくぐるとまず橋がかかる水辺がありましたが、これは川ではなく北条江という神事に関する神聖な池だそうです。この橋を渡ることで日常の世界から神聖な空間へ入っていく、そんな意味合いも感じられる場所です。休日はいつも賑わっているそうですが、今回はほとんど人がいなくてラッキーでした。宇佐神宮の境内はとても広くて、入り口でこうして地図を確認してから進むのがおすすめです。大きく分けると下宮、上宮、そして奥には摂社や自然豊かなエリアが広がっていて、一通り回るだけでもちょっとした散策になります。特に上宮は少し高い場所にあるので、この後ゆっくり歩いて向かっていきます。まるで森の中のように空気がとても澄んでいて、歩いているだけで気分が良かったです。境内の中にもたくさんの鳥居が並んでいるのが印象的でした。宇佐神宮のように広い境内では場所ごとに神域が分かれていて、その度に鳥居が建てられているそうです。本来であればこの奥にある上宮が中心なのですが、今回はちょうど工事の時期と重なっていました。少し残念な気持ちもありつつ、こうして守り続けられている場所なんだなと改めて感じました。とても急で長い階段ですね。柵がされているので普段は使われてないようですけれども、昔は使われていたんでしょうか。緩やかな階段で下っていきましたが、こちらもとても味わい深いです。今回は下宮でしっかり参拝させていただきました。宇佐神宮では上宮と下宮の両方を参拝するのが正式とされていて、どちらも同じように大切にされています。撮影はしてないんですけれども、参拝の作法は2礼4拍手1礼でした。宇佐神宮を出た後は近くのお土産屋さんや飲食店が並ぶエリアへ。少し遅めのランチに今回は鶏天丼をいただきました。好みで薄い天つゆをかけていただくスタイルでした。夕方になり雨も降り始めてしまいましたが、最後に耶馬渓へ向かいました。耶馬渓は大分県を代表する景勝地で、奇岩や渓谷の美しい景色で知られています。できればまた晴れた昼間の時に来てみたいと思います。河川には謎の銅像がありました。ここには青の洞門と呼ばれる場所があり、江戸時代に前海という和尚さんがのみと土を使って手作業で掘り進めたトンネルが残されています。もともとこの辺りは断崖で事故が多く、人々の安全のために作られたと言われています。当時の手掘りの洞門は歩いて見学できる場所も残されているそうです。
今回は遠くから眺めるだけでしたが、間近で見るとさらに迫力があるそうです。中津駅まで送っていただき名残惜しいですが、受講生さんとはここでお別れです。このまま次の目的地へ向かいます。次は一体どこへ向かうのか、次の動画を楽しみにしていただけたら嬉しいです。